YouTube アルゴリズムを理解することは、設定できる項目だけでも10個以上あります。企業が増加しているのと同時に、YouTube を理解しないまま、スタートされているチャンネルも増えています。こんにちは。解説 AI です。今回は、YouTube アルゴリズムを理解するために、たった一つの大事なことを解説します。YouTube を活用する個人や企業が増加しているのと同時に、YouTube を理解しないまま、スタートされているチャンネルも増えています。YouTube を理解し、分析してチャンネルを伸ばしたいけど、普段の仕事と並行して YouTube の運営をしているので、なかなか時間が取れないという方に、ぜひ覚えておいていただきたいことの、たった一つの大事なことをお伝えさせていただきます。これさえ覚えておけば、基本的には細かいノウハウは無視しても問題ないです。もちろん細かいノウハウを実践することで 80% から 100% にはなりますが、0% から 80% に持っていくには、この考え方だけで大丈夫だと言っても過言ではありません。YouTube のアルゴリズムとは、視聴者へ最適な YouTube 動画を表示するためのシステムです。YouTube は、YouTube のアルゴリズムによって視聴者が好む動画コンテンツを最適に提供することを可能にしています。例えば、あなたがアニメ動画を視聴している場合、あなたのことをアニメ動画に興味を持つ視聴者だと YouTube アルゴリズムが判断してあなたが好みそうなアニメ動画の画面表示を増やそうとします。あなたが音楽動画を好んで視聴していれば YouTube アルゴリズムは音楽動画を提供するように調整をしますし、スポーツ動画を視聴する機会が多ければ、YouTube アルゴリズムは、スポーツ動画に関連する動画を提供しようと試みます。このように、YouTube 視聴者が快適に YouTube を楽しめるように設計されているのが、YouTube アルゴリズムであり、動画視聴者の満足度を向上させるために、YouTube アルゴリズムは機能しているんです。つまり、動画が各視聴者にレコメンドされる仕組みです。これが YouTube を画期的なプラットフォームにした主要因と言っても良いでしょう。YouTube 動画の投稿者にとっても YouTube アルゴリズムを理解することは重要であり価値があります。YouTube アルゴリズムの特性を理解した上で動画制作する場合と理解せず制作する場合では動画への反応率も異なります。YouTube アルゴリズムの特性に沿うように動画コンテンツを制作することができれば、届けたい動画視聴者へ制作した動画を配信しやすくなります。つまり、アルゴリズムから評価されやすい動画を公開することで動画再生回数を向上させることも可能になるということですね。自分が見たいであろう動画がどんどんおすすめされる。それにより、知らない YouTube チャンネルと出会う確率が跳ね上がり、クリエイター側にも新規視聴者を獲得する可能性が高まります。一方で、Google の検索システムにおいては YouTube とは違って検索順位は常に同じです。つまり YouTube は各視聴者ごとに表示される結果が違いますが、Google は誰が検索しようが同じ結果が表示されるのです。では本題に入ります。YouTube アルゴリズムを理解するためのたった一つの大事なこととは、YouTube にとって嬉しいことは何かを考えます。つまり、YouTube を運営する Google の立場になって、Google の営業やエンジニアの気持ちになることです。では、嬉しいことっていうのは何か。それは、Google も企業です。企業は金銭的利益を増やすために存続します。ということは、Google にお金が入ってくる部分に着目することで、Google にとって嬉しいことっていうのが見えてきます。この図のように、お金の流れが発生しているのは、左半分だけです。では、より活発にお金の流れを生み出すためには、貴重な広告枠を、良質な広告主に提供できている状態を作りたくなります。つまり、クリエイターは、視聴者が YouTube 上で、できるだけ多くの広告を見てくれている状態を作ることです。ここからは結論になるんですが、視聴者が YouTube 上で
できるだけ多くの広告を見てくれている状態とは、Google として、視聴者が YouTube により長く滞在させてくれるチャンネルの存在が一番ありがたいということになります。Google の超優秀な社員たちがわざわざ動いて行うこととは、いかに長く視聴者を YouTube に滞在させるかっていうのをベースにして考えたシステムなんです。実際にデータをご覧いただくとわかりやすいかもしれませんね。インプレッション数は YouTube によってレコメンドされた数を示します。総再生時間とは視聴者がそのチャンネルに滞在した長さを示します。この2つの数字は完全に相関関係にあって密接に影響し合っていることがわかりますね。インプレッション数が増えれば総再生時間が伸びる。その逆もあって総再生時間が増えればインプレッション数も増加します。では具体的にどのように活用すべきかってことなんですが、YouTube には様々な機能があります。例えば動画投稿時に設定できる項目だけでも10個以上あります。チャンネル設定も各自がいろいろカスタマイズすることもできます。どのような設定やカスタマイズを行うにしても常に意識していただきたいのは、ここに手を加えることでチャンネルへの滞在時間が伸びるかどうかです。これが正しいと判断できる設定やカスタマイズについては積極的に行った方がいいです。例えば、チャンネル概要欄に自分の他の動画リンクを貼るべきなのか、これは他の動画リンクを貼ることでチャンネルへの滞在時間を伸ばす可能性がありますよね。なので正しいこととなります。ただ、すべての動画のリンクを貼ると大変な量になるので、チャンネル主が特に視聴者におすすめしたい動画リンクを貼るといいでしょう。つまり、これはやるべき施策だという流れで考えるようにすることです。最後にまとめをします。YouTube アルゴリズムを理解する一つのこととは、Google の社員の気持ちになり、より滞在時間を長くする施策を打ち続けることが最も重要です。この視点から伸びているチャンネルを見るようにすれば、どんな内容が Google に評価されているのか、どのような要素が視聴者の滞在時間を長くしているのだろうか、というポイントに気づきやすい状態になることができます。なので、これから YouTube の運営を続けていく人は、今日の動画を見て、視点を切り替えて運営をしてみてください。それと、今回は YouTube アルゴリズムについての解説を行ったのですが、本当に重要なのは、YouTube アルゴリズムに向けた動画制作を行うのではなく、動画視聴者が満足してくれる動画を提供することなんです。アルゴリズムの勉強をしていくうちに、どうしてもアルゴリズムを攻略しようという気持ちになってしまうのですが、YouTube は視聴者の満足度を満たせる動画の制作を推奨しています。視聴者に評価され、その評価で YouTube アルゴリズムが判断し、結果的に動画のランキングが上昇するという流れになることを理解しておきましょう。というお話でした。最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。それでは、今後も YouTube 運営、頑張っていきましょう。ではまた、次の動画でお会いしましょう。